こんにちは、ふるちゃんです。今回は9月30日から開催されるテレビアニメ放送記念特別千年決戦編プライズガチャ精錬の3キャラクターを紹介していきます。それではまず1人目、朽木白夜です。朽木白夜は心属性となっており、キラーは人間キラープラス、ソウル特性は強攻撃クールタイム 14% 短縮になります。すべての攻撃に麻痺と弱体を持つ青攻撃タイプの強攻撃特化となっております。さらに EX アクション広範囲攻撃&バリア付与がついております。パッシブスキルは緊急回避回数プラス2、強攻撃範囲アップ 20%、体力最大時限定、強攻撃ダメージアップ 40% を持っています。その他のアビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。すべての攻撃に敵の動きを止める麻痺状態付与と与えるダメージが増加する弱体状態の付与の効果を持っています。そのため敵を拘束しつつ大ダメージを狙うことができます。またアビリティ、チームパーティー、死神が敵状態異常時全ダメージアップ 30% によって死神所属の仲間のダメージアップに貢献することができます。そして強攻撃ヒット数アッププラス2などの能力によって強攻撃で高い火力を発揮することも可能です。必殺技もアビリティ必殺技ヒット数アッププラス1、防御低下能力負荷を持ちます。確定で麻痺状態と弱体状態を付与して状態異常付与時一定時間冷圧アップ 80% の効果も適用されるため大ダメージを与えることが可能です。さらに EX アクション広範囲攻撃バリア付与は自分中心の広範囲に攻撃を行い仲間全員にバリアを5枚付与することができる非常に強力な能力を持っています。これによって仲間の耐久面を高めることもできます。その他にはアビリティバトル以外限定敵スーパーアーマー無効を持っているのでスーパーアーマーを持つ敵に対して能力を発揮することができます。最後に人間キラープラスを持っているため人間キラー青攻撃のダメージがアップするルールのグループバトルや限界討伐クエストでは特に力を発揮することができます。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の青攻撃となっております。続いては強攻撃です。強攻撃1は奥行きのある前方攻撃となります。次に強攻撃2です。強攻撃2は自身の周りを含めた前方攻撃となります。そして強攻撃3です。強攻撃3は全画面の攻撃となっております。最後に必殺技千本桜の神髄です。よく見るがいい。これは視界、ただの千本桜だ。以上、朽木白夜でした。続いては朽木ルキアです。朽木ルキアは持続性となっており、キラーは0番隊キラープラス、ソウル特性は強攻撃クールタイム 14% 短縮になります。強攻撃2に強化技を持ち、それ以外の攻撃に氷結と侵食を持つ赤攻撃タイプの強攻撃特化となっております。パッシブスキルは緊急回避回数プラス2、強攻撃範囲アップ 20%、体力最大時限定、強攻撃クールタイム短縮 6% を持っています。その他のアビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。強攻撃2以外の攻撃で氷結状態と侵食状態の付与ができます。これによって一定時間敵の動きを止めた上で体力を奪い取って回復しつつ敵の状態異常を封印することができます。さらに強攻撃2に強化技を持ちアビリティ強化技効果アップ、強化技時間延長を持っています。このアビリティの活躍で自身を含む仲間全員の能力を大きく向上させて殲滅力と耐久力を強化することができます。またアビリティ死神への状態異常確率アップを持つので状態異常をかけやすいキャラクターとなっています。
そのため強力なアビリティ、状態上付与時一定時間レーツアップ 80% を発動し、高いダメージを与えることも可能です。そして非常に強力なアビリティ、全状態異常短縮、一定時間短縮付与 100% を持つので、自分自身と仲間をあらゆる状態異常のマップギミックから守ることができるのも特徴です。最後に0番隊キラープラスを持ち、アビリティ、グループバトル時強攻撃ヒット数アッププラス3、グループバトル時赤攻撃ダメージアップ 30%、グループバトル時キラー効果アップ 50% というグループバトルで強化される能力を多く持ちます。そのため0番隊キラー赤攻撃のダメージがアップするルールのグループバトルで操作キャラとして大いに活躍できます。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の赤攻撃となっております。続いては強攻撃です。強攻撃1は前進しながらの攻撃となります。次に強攻撃2です。強攻撃2は目の前に敵を集めて攻撃します。こちらは強化技となります。そして強攻撃3です。強攻撃3は自身の周りを含めた前方攻撃となります。最後に必殺技挽回発火の咎めです。挽回発火の咎め。以上、朽木ルキアでした。続いてはあばらいレンジです。あばらいレンジは力属性となっており、キラーは人間キラープラス、ソウル特性は通常攻撃ダメージ 20% アップおよび非ダメージ 16% ダウンとなります。強攻撃2に衰弱技を持つ赤攻撃タイプの通常攻撃特化となっております。パッシブスキルは緊急回避回数プラス1、通常攻撃範囲アップ 20%、敵ガード無効、赤攻撃無効貫通を持っています。その他のアビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。アビリティ、バトル限定、開始時一定時間無敵プラス10秒、バトル限定、一定時間体力11で、バトルにおいて強力な耐久力を持ちます。そしてアビリティ、バトル限定、無敵貫通、バトル限定、敵撃破時致死ダメージ生存無効、敵バリア貫通によって敵の防御能力を無効化にできるため、バトルで最も活躍するキャラクターとなっております。さらにアビリティ、バトル限定、力属性または技属性の敵強化技、衰弱技効果無効により、力属性と技属性の敵の強化技や衰弱技の発動を阻止することができます。そのため強化技や衰弱技の効果に頼った相手の得意戦法を封じることが可能です。その上で自身は強攻撃2により衰弱技を発動できるため、相手からの無効化さえなければ一方的に衰弱の効果を与えて有利に戦うことができます。そしてアビリティ、バトル限定、開始10秒間通常攻撃ヒット数アッププラス1に加えて、体力半減時限定、通常攻撃ダメージアップ 50% を持つので、高い火力で敵を打ち倒すことができます。また、人間キラープラスを持つので、人間所属のキャラクターに対して火力で上回った戦いができるのも特徴です。その他には、攻防に優れたダブルソウル特性、通常攻撃ダメージ 20% アップ、非ダメージ 16% ダウンを持っています。アビリティ、体力半減時限定、非ダメージダウンにより受けるダメージを軽減し、スーパーアーマーでひるむことなく、バトル限定、一定時間体力1維持によりしぶとく戦い抜くことができます。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の赤攻撃となっております。続いては強攻撃です。強攻撃1は自身の周りを含めた前方攻撃となります。次に強攻撃2です。強攻撃2は前進しながらの攻撃となります。
こちらは衰弱技となります。そして強攻撃3です。強攻撃3は自身を中心とした遠範囲攻撃となります。最後に必殺技総王ザビマルザガ鉄砲です。行くぜ総王ザビマルザガ鉄砲。以上、あばらいレンジでした。テレビアニメ放送記念特別1000年決戦編プライズガチャ精錬のキャラクター紹介でした。新キャラクターは9月30日から登場予定です。ぜひ皆さんゲットしてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。